はい、どうも皆さん、こんにちは。スターリーの河野玄斗です。宮廷大ウィーク5日目は大阪大学。ということで、ゴールデンウィーク期間は河野塾イズム塾長である僕が毎日、旧帝国大学の最新年度の入試を丸1年分実況プレイしていきます。ゴールデンウィークもいよいよ終盤戦ですが、受験生の方は後悔しないよう、最後まで周りの受験生に差をつけていきましょう。宮廷大の問題は両問難問揃いであるということはもうご存知だと思いますが、今日もその入試問題を楽しみながら実況プレイしていきます。そもそも実況プレイって何かっていうと、僕がね、初見の問題を解きながら、ただ考えたこと、思ったことっていうのを話していくっていうものなんですけど、入試問題解くのってね、ゲームみたいで楽しいんですよね。だって勉強を通して集めてきた武器を使って、入試問題っていうボスを試行錯誤しながら倒していくのって、もう完全にゲームと一緒じゃないですか。しかも僕自身がね、初見の問題にどういう風にアプローチしているのか、その思考プロセスを皆さんと共有できるので、もう勉強にもなるし、もう一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのは2024年大阪大学の理系数学。大阪大学といえば以前コラボした積分サークルを輩出した大学ですが、今年はただでさえ難化した京大以上に難化したとの噂です。数学は5問で150分、河野塾イズム塾長の名にかけて楽しみながら問題という敵を倒していきます。はい、それでは大阪大学の実況プレイやっていきましょう。どんな問題が出るか楽しみですね。まずは第1問から、数3の極限ですね。はい。自然数に対して関数 fnx をこのように定めますよと。で、括弧1が方程式 fnx イコール0はただ一つの実数解を持つことを示せと。よくある問題ですね。で、括弧2がその実数解 n と解くとき、この極限値を求めてください。で、括弧3が nan の極限を求めてくださいと。この時点で、括弧2番の答え0で確定しますよね。0だからこそ、それに n かけたものの極限を求めてくださいと、括弧3が機能するので、括弧2どうせ0になるんだなっていうのは、わかるんですけど、その前に、まずは括弧1番からね。括弧1番はもう徹底基礎講座で何回も扱ってるような話ですよね。実数解を考えていくけど、fnx よくわかんないから、微分して増減を調べようと。微分は楽勝で、マイナス2分の ne の nx 乗、引く3分の1 sin 3 x か。3分の x を。はい。パッと見、負ですね。n がね、自然数っていうことは、こいつが1以上っていうことが言えて、sin 3分の x はマイナス1から1の範囲ってことは、パッと見負ってことを言うためには、最大でも3分の1と。で、こっちが、e の nx 乗っていうのは単調増加なので、マイナス2分の n 倍したら単調減少。ってことは、どんなに大きくても x が0の時の1ですね。だからマイナス2分の n 以下。だからマイナス2分の1以下って言えるので、言えますね。証明できると。これより、マイナス2分の1、足す3分の1で、マイナス6分の1以下。すなわち、負だっていうことが言えるわけだから、単調減少ですよと。じゃあ、あとはただ一つの実数解を持つっていうことを言えるためには、ある時点で正で、ある時点で負であれば、その間に、その実数解 an がありますよと。今回は、x の定義域0以上なので、まずは0を代入しますか。0を代入すると、1引く2分の1足す1。だから2分の3だね。で、あとは、このね、fnx を x ね、無限に飛ばしてあげればいいわけですよね。無限に飛んだ時に負であれば、どっかしらのタイミングでね、正から負に切り替わるタイミングがあるって言えますからね。そうすると、e の無限乗をマイナス倍してる時点でマイナス無限ですね。コサイン3分の x はたかだかマイナス1から1の間を振動するので、マイナス無限。よって代が示されましたよと。括弧1番はね、徹底基礎講座でも何回もやってる、典型問題と。で、括弧2番が、この極限を求めてくださいってことか。そもそも an って何っていうことを考えると、1引く2分の 1e nan プラスコサイン3分の an か。イコール0。これを満たす、解が an というわけで、おそらく0に収束するわけですよね。0に収束しなかったら、こいつがマイナス無限に発散しちゃうのか。だからこれをね、だから1たすコサイン3分の an って、どうせ0から2の範囲を振動するわけですよね。で、この an っていうのが0に収束しなかったら、nan がとんでもないことになっちゃうっていう話をしてあげれば良さそうですね。だから、これより、e の nan 乗っていうのが、移行して2倍すればいいから、2倍するところの1たすコサイン3分の an と。
ということで、これログ取ってあげて an イコールっていうふうにすると n 分の1倍のログ2カッコ1プラスコサイン3分の n というふうになりますね。だから結局ここの部分が挟めるわけですね。これがログ、n 分の1ログ、このコサイン3分の n が1の時、コサイン、ログ4ですね。から n 分の1ログ、これ0になっちゃうな。なので、このね、コサイン3分の an がマイナス1にはならないってことは一応言わなきゃいけなくて、だからここ x 無限っていうのを代入せずに、例えば適当に何でもいいのかな ?3 とか入れれば、コサイン1でマイナス1になることないか。だから3代入しますか。fn3 っていうのは、1-2分の 1e の 3n 乗プラスコサイン1と。これが負であればいいんだけど、コサイン1っていうのは1よりちっちゃいっていうふうに言えば、2-2分の 1e の3乗以下。e は 2. 点何とかだから明らか0より小さいですね。はい。こんな感じで3より小さいってことが言えるわけだから、このね、2カッコ1プラスコサイン1。変なの。1足すコサイン1。みたいな感じにしてあげて、ここ定数で n で割ったら、n を無限に飛ばしたら当然0に収束するので、挟み撃ちの弦より an が0に収束しますよと。で、カッコ3が極限値 nan を求めよう。こいつか。an が0に収束するなら、この右辺が4に収束。ということで、e の nan 乗が4に収束するわけだから、nan はログ4に収束する。カッコ3、ログ4だから2ログ2ですね。こんな感じですかね。とりあえずこのカッコ2番、カッコ3番でやりたいことっていうのは、an って結局なんだっけっていうことを考えながら、カッコ2はね、an が0に収束しなかったらどうなっちゃうのって考えれば、自然な発想。で、カッコ3は nan ここにいるのか。で、an が0に収束したらどうなるかなってことを考えれば、そんなに難しくない。徹底基礎講座ね、受講されてる方だったら確実に点数取りたい。そんな一問ですね。では続いて第2問。複素数ですね。アルファ、ベータを複素数とし、複素数 z に対して、このように置くと。で、アルファ、ベータはこれかつこれを満たしながら動きますよと。アルファ、ベータ、ここですね。これとこれか。で、カッコ1が、f1 プラス i が取り得る値の範囲を求め、図示せよと。で、カッコ2が、それが0であるとき、アルファ、ベータの値を求めてくださいと。そうですね。とりあえず f1 とか fi。これ図形的な解釈難しそうなので、複素数平面って言われたら、まずは図形的解釈を試みますよね。でも z2 乗とかあったらちょっと難しそうだなっていうふうに感覚的に思ったので、f1-3 代入すると、1たすアルファたすベータ3だから、アルファプラスベータ2か。これの絶対値が1か。で、i を代入すると、マイナス1たす i アルファプラスベータ1。だから、i アルファプラスベータ2か。これが3か。これを満たすアルファベータの元で f1 プラス i。これ計算すると、1プラス i の2乗っていうのは 2i か。今、複素数平面の回転を考えました。1プラス i っていうものを2乗すると、長さが2になって、45度ね。また回転するわけだから、2i か。で、2i 足す、f1 プラス i っていうのが 2i プラスアルファ倍の1プラス i。1プラス i アルファプラスベータと。こいつが取り得る値を求めてください。っていうことなので、これイコール z みたいに置いてあげて、これを満たすアルファとベータ。これが複素数ですね。アルファとベータが存在するようなこの z を考えてあげてくださいっていう話ですよね。よくわかんないですけど、図形的解釈は難しそうだなっていうのと、アルファとベータ、こいつを考えるのは難しいので、直感的に思ったことっていうのが、アルファプラスベータマイナス2と i アルファプラスベータマイナス2っていうのを、別の文字、例えば、xy でいいですかね。xy とかっていうふうに置き換えてあげちゃえば、x と y の
動きっていうのが単純化されるので、Z の動きっていうのを追いやすいかなっていうふうに思いますね。これベクトルとね、同じ発想でありますよね。なんかこう、2a ベクトルプラス b ベクトルが1で、a ベクトル引く 2b ベクトルの大きさが1の時、こういうね、条件が与えられている時に、この中身の部分を、c ベクトル、d ベクトルっていう風に置くといいよね、みたいな。これは徹底基礎講座でやってるので、これと同じ感じですよね。そうすると、これイコールラージ X、これイコールラージ Y。差を取るとベータが消えるので、i-1α。1-iαが x-y か。ということで、両辺に1プラス i をかけることによって、だから2分の1プラス i をかければいいのか。アルファは2分の1プラス i かける x-y と。で、ベータはって言ったら、アルファプラスベータ引く2イコールラージ X なわけだから、ラージ X 引くアルファ。アルファ足す2と。なので、X の係数が2分の1引く i ラージ X で Y が2分の1プラス i Y プラス2っていう風になりますね。ということで、ここにアルファとベータ、ベッド代入してあげれば、ラージ X とラージ Y だけの関係式になりますね。2i プラス、1プラス i かけると、1プラス i の2乗は 2i なわけだから、i 倍のラージ X 引くラージ Y プラスベータ。ベータはこいつですね。こいつ。ということで、これ計算すると、ラージ X の係数は i 足す2分の1引く i なので、2分の1プラス i。ラージ X。で、y の係数はマイナス i とこれだから、プラス2分の1引く i か。ラージ y。で、定数項が 2i と2。だから、2倍でくくっておきますか。2倍の1プラス i と。これが z ですよと。ということで、このラージ X とラージ Y が、絶対値が1以下と絶対値が3以下。ということは、1以下の半径1以下の円、こっちは半径3以下の円っていうのをね、動いていくわけだから、一文字固定ですね。これなんか、今年の兄弟の問題に似た問題ありましたね。別でね、実況プレイしてるので、ぜひそちら見てほしいんですけど、だからこの問題、京都大学の今年の問題の、レベルアップバージョンみたいな感じの問題だなって思いますね。で、ラージ X が半径1の円。絶対値が1以下なのでね。半径1以下の円を動くので、それを2分の1プラス i 倍すると、ルート2分の1プラス i が回転。だからルート2分の x と。で、2分の1引く i の方もルート2分の1引く i かけるルート2分の y ってすることによって、結局、ここの部分っていうのが半径ルート2分の1の円を動くのか。何が言いたいかというと、ラージ X の動く範囲っていうのは1以下の円ですよね。中心が0で、半径が1の円と。1i、マイナス1、マイナス i と。この円の中を動くわけなんだけど、このルート2分の x かけるルート2分の1プラス i って何かっていうと、これをまずルート2分の1倍に縮尺しました。だから半径がルート2分の1の円になって、その上で、ルート2分の1プラス i。これって45度回転。ということで、円をくるっとね、45度回転させる。結局、円回転させても円なんで、この円を動きますよと。で、こっち側、ルート2分の1引く i、ルート2分の y の方も同じ理屈で、ルート2分の3の円と。半径ルート2分の3の円を動きますよと。とすると、これを足し合わせると、結局ね、ルート2分の1足すルート2分の3の、半径2ルート2の円を動くのか。合わせると、半径2ルート2の、円の内側。っていうことがわかるわけだから、足す2カッコ1プラス i っていうのを図示してあげると、2カッコ1プラス i。これ、原点からの距離、2ルート2ですね。1プラス i。2プラス 2i でした。ここが1プラス i じゃなくて、その2倍だから2プラス 2i っていうのを中心として半径が2ルート2の円。だから原点を通る。こういう。よし。はい。ここが 4i で、こんな感じの円の
内側だね。内側を動きますよと。で、イコールは当然含みますね。こっちイコール含んでるので。境界も含むと。まあ、こんな感じですかね。境界を含む。まあ、括弧1番に関しては、これ全部ね、F1、Fy、F1 プラス i っていうのをアルファ、ベータに表した上で、絶対値の中身をラージ X、ラージ Y に置き換えてあげて、で、これが円を動くんだっていうのを見抜く。まあ、結構難しくないですか？これ多分差めちゃめちゃついてますね。で、括弧2番が F1 プラス i が0であるとき、アルファ、ベータの値を求めよう。だから F1 プラス i っていうのがちょうどここですね。ということは、このね、半径ルート2分の1の円と半径ルート2分の3の円を動いたこいつらが、左側に全部突きってほしいのか。何が言いたいかというと、ルート2分の1プラス i かけるルート2分の x っていうのと、ルート2分の1引く i かけるルート2分の y。このベクトルがあるわけなんだけど、これが2括弧1プラス i っていうのを出発して、左下、左下に進んでほしいわけですよね。つまり、これが、ルート2分の、マイナス1引くマイナス i かける、何を言ってるんだ？私は何を言っているんでしょうか？方向ベクトルがマイナス1引くマイナス i だよね。で、この大きさ、これを単位ベクトル化するためにルート2分の1で割りましたよと。これが単位ベクトル。ということで、大きさがルート2分の1だけ進んでほしいので、かけるルート2分の1。で、こっちは、ルート2分の3だけ進んでもらえればいいと。この式を立式することによって、ラージ X とラージ Y が求まるから、アルファ、ベータも求められるよねと。ここに代入してあげればいいわけですからね。こんな流れでしょうか。これ約分して、ラージ X っていうのを求めると、1プラス i、これ両辺1マイナス i をかけることによって、1マイナス i かけると、1マイナス i かける1プラス i は2なので、2分の1倍すればいいね。だからこれかける2分の1引く i っていうのをすると、これかけるこれは、マイナス1引く1、マイナス2、マイナス1かな？でマイナス i 足す i、マイナス1ですね。なんか綺麗。で、ラージ y が、これも2分の1プラス i っていうのをかければいいのかな。2分の1プラス i っていうのをかけてあげることによって、今度は、マイナス1足す1で定数項が消えて、マイナス i 引く i、マイナス 2i。だから、マイナス 3i か。ラージ X とラージ Y が求まりました。じゃあ、あとは、アルファ、ベータにここに代入することによって、アルファっていうのが、2分の1プラス i 倍の、ラージ X 引くラージ Y。だから、マイナス1プラス 3i か。これ計算すると、マイナス1引く3でマイナス4だから、マイナス2、虚数のところは、マイナス i 足す 3i。だから 2i 割る2だから足す i か。で、ベータが、2分の、めんどくさい。アルファプラスベータ引く2イコールラージ X に代入しちゃおう。アルファプラスベータ引く2。だからラージ X 足す2引くアルファ。引くアルファ。だから足す2引く i か。だから3引く i になるね。はい。こんな感じですかね。カッコ2番はね、このカッコ1番で出てきた領域を見て、じゃあどういう風にベクトルとしてね、このラージ X、ラージ Y が進んでいくのかっていうことを考えなきゃいけない問題だけど、これはかなり差がつく問題かなっていう風に思いますね。ちょっと他の問題との兼ね合いにもなりますけど、他の問題がこのレベルで来てたら、なかなか厳しいセットだったかなっていう風に思います。はい。じゃあ、第3問。ねじれの位置ですね。京都大学に続いて、ってことは、大阪大学、一応その第1問に関しては、第2問か。さっき解いたこの大阪大学の第2問に関しては、京都大学の問題の、レベルアップバージョンっていうことで、結構京都大学とシンパシーの感じるセットですね。じゃあ、やっていきますか。第3問。
だから平行じゃないと交わらないっていうのが t≠0 と u≠0 によって担保されるっていうことですね。なんかパップスギルダの定理っていう、これ中学受験では頻繁にね、出てくる。これ、オイラー関数っていうのが背景にある話ですね。ということで、無事全問正解することができました。イエーイ、よかった。いや、でも今年の大阪大学の問題、結構難しい問題ありましたね。第5問は、標準よりちょっとむずいぐらいで、第4問はサービス問題ですね。これは絶対落としちゃダメ。で、第3問と第2問が、これは差がつきますね。解けなかった受験生もかなり多かったと思います。で、第1問は、これもね、できれば取りたい問題ですね。このね、第1問自体は標準的な問題なので、こういったね、標準的な問題をいかに点数取りこぼさないかっていうのが、合否の分かれ目を決めたんじゃないかなっていうふうに思います。こういったね、標準的な問題でしっかりと満点が取れる、そういった盤石な数学力を身につけたい方は、僕の数学力の全てが詰め込まれている徹底基礎講座絶賛開講中ですので、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。徹底基礎講座は標準的な問題だけじゃなくて、このね、第2問みたいなかなり難しめの問題に対しても、実は徹底基礎講座で話してる内容っていうのをしっかりと実践してもらえれば全く問題なく解ける問題だったわけですよ。なのでぜひ河野塾イズムで学んで一緒に合格を勝ち取っていきましょう。まだまだ宮廷大の実況プレイの方続いていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。